はい、こんにちは。カードゲームの学校です。今回はですね、エクシードアポカリプス新禁止制限環境で活躍するデッキを紹介いたします。それでは早速やっていきましょう。アヌビモン。今季最強デッキと言っても過言ではないアヌビモンデッキ。新禁止制限ではノーダメージだったデッキです。アニマルコロシアムで登場したアヌビモンは、紫のレベル5から4コストで進化できるレベル6デジモンで、ターンに1回、進化時メインに自分の手札を3枚まで破棄でき、その後自分のトラッシュから紫のデジモンカードを支払うコストをマイナス3で登場させます。この効果で破棄したカード1枚ごとに、登場コストの軽減をさらにマイナス1します。さらに自分のターン、効果で自分のデジモンが登場した時、レベル5以下の相手デジモン1体を消滅させる。この効果で消滅できなかった場合はワンドロー。基本的にこの効果を使い、ディメンショナルフェイズで収録されたメルバモンの登場を目指します。アルビモンの効果で手札を破棄するので、手札が大幅に減ってしまうように感じますが、ヤジ玉のツノモンやアルビモン自身の効果でドローすることができますので、手札の消費を抑えながらバニデジモンを展開することが可能です。また、本デッキは自分の手札を破棄した時や、効果で自分のデジモンが登場した時にメモリーをプラスするカードが多く採用されていますので、アヌビモンの効果でメルバモンを登場させるとき、アヌビモンの登場コストマイナスと進化元のメモリープラスでほぼノーコストで登場させることが可能です。このメルバモンからセイバードラゴンなどのデジモンを展開し、道連れを生かした相手デジモンの除去や多面展開による連続アタックで場を制圧していきます。基本的に相手の場に依存しないので、必要パーツが揃えばすぐにでも動くことが可能なのもこのデッキの特徴です。デッキパワーがとても高く再現性もありますが、手札の破棄やサーチの取捨選択などプレイングが顕著に現れるデッキでもあります。環境が本デッキはもちろんアポカリモンデッキばかりなのもあり、登場コスト軽減メタデジモンの採用が増えたため、小粒除去用のカードを採用するプレイヤーが増えています。明確な対処こそあれど、その速度と突破力で今季も環境最前線で活躍するでしょう。メタルガレルモン。ガレルモン X が環境で猛威を振るっているため、最速制限カードも危惧されていましたが、今回はお咎めなしだったので、今季もフルパワーで活躍できるガレルモンデッキ、アニマルコロシアムとエクシードアポカリプスで新規収録されたカードが中心のデッキです。もともとガレルモンはドローで手札を増やしながら、デッキパーツを手札に引き込んでいくのが基本プランでしたが、新規のガブモンやガレルモン X の登場によりその動きに磨きがかかりました。また今回新規で登場したガブモン、ガレルモンはバニヤマトがいればドローできる効果を有していますので、バニヤマトを置くことで試合をより有利に運ぶことが可能です。そしてメインデジモンであるメタルガレルモンはファン待望のワープ進化持ちのデジモンです。その効果は石田大和名称のテイマーと DP1 枚以上の相手デジモンがいる場合に自分のガブモンから4コストでワープ進化が可能です。同弾収録の友情の航路とは違い制約こそありますが、トラッシュに必要デジモンを用意する必要がないので、相手の大型デジモンに対しての奇襲札にもなります。またこのカードのワープ進化にはトレーニングのディレイ効果も対応していますので、条件さえ揃えば2コストでの進化も可能なので覚えておきましょう。その効果はかなり強力で回避持ちであることと、進化時に相手ターン終了まで相手のテイマーかデジモン3体を選びレストできなくします。そしてお互いのターンに1回自身がレストした時にアクティブにすることが可能です。進化時効果はテイマーのレスト封じも可能なので、ダイモンマサルやクールボーイにとっては天敵のような存在です。基本的に速度で押し切ることが可能なこのデッキですが、環境で活躍しているアヌビモン、アポカリモンデッキにはセキュリティアタックマイナスを付与できるホーリードラモンが採用されていることや、道連れブロッカーを多面展開できるためやや向かい風な印象です。また派生型として紫軸のベルスターモン入りのデッキも活躍しています。こちらに関してもオプションが多くセキュリティが強めのため苦手対面となります。とはいえその速度はとてつもなく速く、基本的に走り切ることができれば最強格なのは間違いないでしょう。アポカリモン。スキャッターモードとガブモンが制限カードとなり、前世紀に比べ速度はかなり落ちましたが、ガルルモンシステムを使い今季も活躍しています。アポカリモンは青、紫、緑、黒のレベル6から6コストで進化できるレベル7デジモンで、その効果は自身を登場させるとき、自分のバトルエリア及びトラッシュの特徴にダークマスターズを持ち、名称の違うデジモン3枚までをこのカードの下に置くことで、置いたカード1枚につき登場コストをマイナス4します。さらに自分のターン終了時に1回、自分のトラッシュからレベル6以下のカード1枚をこのデジモンの進化元の下に置くことで、置いたカードの登場時効果を自身の効果として発揮する。その後、自身の進化元のレベル6デジモン1枚につき、相手のデッキを上から2枚破棄します。アポカリモンの登場コストが15なので、3枚のカードを進化元に置くことで、最低3コストでの登場が可能です。また、デッキ破棄は自分のターン終了時効果のため、登場さえできれば6枚から8枚のデッキ破棄を確実に行うことが可能です。巨大デジモンが低コストで登場できる点はもちろんですが、注目すべきはお手軽すぎるデッキ破棄能力。デジモンカードゲームは50枚のデッキで構成されています。セキュリティと手札で10枚ない状態からスタートするので、実質枚数は40枚。ですので、1回でおおよそデッキの5分の1を破棄することが可能な強力なデジモンです。また、このデッキは決まったデッキパーツがかなり限られていることもあり、ライデンモンやベルスターモンを採用するなど、様々な派生デッキが存在するのもこのデッキの特徴です。今季1の母数を誇るアポカリモンデッキ。チーム戦ではガルルモンとデッキパーツを取り合ってしまいますが、個人戦ではまだまだ活躍するでしょう。
ウォーグレイモン。こちらは完全に自分の主観でウォーグレイモンを使い続けていましたが、環境デッキというよりも環境が変わったことによって個人的に活躍がしやすくなったデッキです。環境が以前のような DP- が主流ではなく、紫で染まったことにより特徴である複数耐性をより活用できるようになりました。また環境で活躍しているカードの DP が6000なので、登場からしばらく採用されていなかったメタルグレイモンエースの採用が検討できるようになりました。また盤面のデジモンを取り合う環境になったことにより、12段ウォーグレイモンや14段ウォーグレイモンの突進を活用する機会が増えました。カードプールが多く器用貧乏になりがちなグレイモンデッキですが、見方を変えればどの環境でも活躍の機会がある可能性を秘めたデッキです。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はエクシードアポカリプス新禁止制限環境で活躍しているデッキを紹介いたしました。圧倒的紫環境ですが、やりようによっては様々なデッキが活躍できる両環境でもありますので、今環境への仮想敵やデッキビルドの叩き台として役立ててもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。